はいどうも B 賞です、今日はホットトイズのサマーショーケースフェーズ2で発表された新作ホットトイズのラインナップからソーラブ&サンダーシリーズのホットトイズマイティーソージェーン・フォスターについてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介していきます。サマーショーケースで発表された他のフィギュアについては過去動画の中でもそれぞれ紹介しているのでよければそちらもご覧ください。そして普段このチャンネルではホットトイズのレビューやカスタム動画を投稿しているのでホットトイズや6分の1スケールフィギュアに興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。ということで、ラブ&サンダーが公開されてから約3週間、ソーのホットトイズ情報が公開されてから約1ヶ月、シリーズ第2弾としてジェーン・フォスター版マイティーソーが発表されました。今回はデラックス版という風な商品展開はないんですけど、トイサピエンスのような一部店舗ではボーナスアクセサリーとして左目の部分が割れたヘルメットが付属するようです。映画の中でもあったようなアクセサリーパーツになるので、今回発表された他のフィギュアと比べると魅力的な付属品になるかなというふうに感じました。フィギュアについては映画公開前からアーマー姿のジェーンの映像や画像が公開されていましたし、他のメーカーからはすでに12分の1スケールのフィギュアだったりも発売されているので、ホットトイズだとどんなフィギュアになるかなというふうに本当に楽しみにしていたんですけど、第一印象としては思ったよりデザインが可愛いなというふうに感じて、映画を見た僕からするとちょっと印象とは違いました。特に腰回りのアーマーの色がちょっと薄く見えるのと、スカートに近いようなふわっとした見た目になっているのがそう感じた理由な気がしますね。あとヘルメットにもピンクっぽいラインだったり模様がところどころに入っているんですけど、この色もね映画ではもう少し暗くて落ち着いた色だった気がするので、全体的に塗装がちょっと重厚感がないなというか、悪く言ってしまえば安っぽく見えてしまいましたね。なので腰回りのアーマーをもう少し暗めのダークブラウンにしてヘルメットのラインももう少しね濃い赤というか暗くすればさらに見た目良くなるのかなというふうに思いますね。ヘッドについてはヘルメットをかぶったものと素顔ヘッドの2つが付属するんですけど、ヘルメットをかぶっている方についてはボーナスアクセサリーの割れたヘルメットをかぶっている画像もあるので、一応それぞれ付け替えることも可能なようです。割れた方のヘルメットを素顔ヘッドにかぶせているというようなことは髪の毛のボリューム的にもないと思うので、サノスやロキ、ソーのフィギュアのようにヘルメットをかぶせることができるのかなというふうに思いましたね。そして素顔ヘッドももちろん今回付属するんですけど、まだ全貌は公開されていませんでした。ただ一応説明欄にはナタリー・ポートマンの肖像権をクリアしたヘッドとあるので、そのうち公開されるのかなと思います。かなり分厚いモザイクがかかっているんですけど、輪郭とかね雰囲気的には結構似てるのかなと思いますね。ヘルメットをかぶってるタイプのものも雰囲気を見る感じいい感じに仕上がってそうな気はするので、今後の続報も楽しみに待ちたいと思います。髪の毛はどちらのヘッドももちろん植毛ではなくて造形されているタイプにはなってるんですけど、かなり髪の毛の色明るくて、パーマがかかっていたりとか、ボリューミーな髪型だなと思いましたね。なのでこの点についてはアーマーと干渉すると思うので、可動域とかね若干狭くなるのかなというような感じは考えられそうです。あと素体については今回かなり改善されているというか、しっかりマイティーソー用に作られている素体なので、その点は本当に素晴らしいですね。今までのホットトイズだと女性キャラクターの場合どうしても線が細すぎるというか映像の体型とかけ離れていることが多かったんですけど、今回やっと専用の素体が採用されたということで、かなりね見た目かっこよくなってます。なので腕はシームレスな見た目になってるのも嬉しいですし、二の腕の筋肉とかも映画のようにマッシブな見た目がちゃんと再現されています。これまでワンダとかは本当にスタイルが違いすぎて違和感しかなかったので、これを機に、今発売予定となっているワンダについてもねアップデートされないかなとかちょっと期待してますね。そしてフィギュアの身長は約29センチということなので、ソーのフィギュアが約32センチなので、身長差はね2人並べると3センチほどとなります。映画撮影の時の裏話として、ちょっと面白いなと思った話があって、2人の身長差ねかなりすごいんですよね。ナタリー・ポートマンの身長が約160センチで、一方クリス・ヘムズワースの身長が約190センチなので、普通に並んでしまうと30センチ以上の差が生まれてしまうんですよね。この時点で、サイズ感ちょっと可愛いなとは思うんですけど、実際の撮影になると並んで歩くのも不自然、キスシーンも成り立たない。さらには、今回ナタリー・ポートマンが演じたジェーン版のマイティー・ソーの身長設定が182センチだったらしいので、何もかも成り立たないんですよね。でも映画で並んだ時にはほぼ同じ目線に並んでたと思うんですけど、このからくりがナタリー・ポートマンの歩く道に約20センチほどの台座を置いて、その上を歩かせたという話があって、こういう話があるからね、メイキングとか撮影の裏側を知るっていうのはね本当に面白いなというふうに思いました。そして付属品についてはムジョルニアが2種類と雷のエフェクトパーツが主に付属しています。ムジョルニアの一つは LED ライトアップ機能を搭載したムジョルニアになっていて、取り付け可能な雷のエフェクトパーツを取り付けることが可能のようです。このエフェクトパーツについてはエンドゲーム版のソーにも付属していたようなエフェクトパーツになり
なりそうですね。そしてもう一つのムジョルニアは分離した様子を再現していて、映画のように破片を飛ばすような見た目になっています。雷のエフェクトを使ってそれぞれ接続されていたりとか、ここら辺はね工夫した見た目になっていて、躍動感あるポージングとかプレイバリュー豊富なんじゃないかなと思いました。台座については今回もソーと同じフレキシブルアームが採用されているようなので、このフィギュアも宙に浮いている様子とかね、様々なポージングを楽しむことができそうです。そしてマントについては今のところ針金内蔵という説明はどのサイトにも見当たりませんでした。ラブ&サンダー版ソーのマントには針金が内蔵されていたと思うので、もしかすると説明から見逃しているだけかもしれないんですけど、今回はそのギミックはないようですね。ただ針金を入れない理由も特にないと思うので、今後アップデート情報があることを期待したいと思います。それでは続いて発売時期と価格についてです。すでに国内でも予約が解禁されているので、そちらの情報も紹介しつつ、参考程度に海外サイトコミックサンクタルムの情報も紹介します。まずはトイサピエンスですが、トイサピエンスではボーナスアクセサリーが属していて、予約価格発売後の価格ともに46,000円となっていて、発売時期は2024年の1月頃となっていました。そして育ちトイズではボーナスアクセサリーは付属しないんですけど、価格はその分安くて 37,600 円、発売時期は2024年の3月頃となっています。そして海外サイトコミックサンクトラムではこちらもボーナスアクセサリーは付属しないんですけど、価格は今紹介した中では一番安い 31,885 円、発売時期は2023年の第4クォーターから2024年の第1クォーターとなっていました。コミックサンクトラムの価格自体は一番安いんですけど、あくまで通貨レートによって変動するということと、あと送料として別途15ドルかかるとのことなので、そこはね利用する際はご注意ください。このサイトについては、今後分かる範囲にはなるんですけど、予約する際のシステムとか紹介する動画も作成しようと思ってるので、もう少し未来にはなると思うんですけど、そちらもね、今後参考にしてもらえたらと思います。国内の2つのサイトを比較すると、ボーナスアクセサリーが付属するかしないかというような違いはあるものの、2つのサイトの間で 9,000 円もの差が出ましたね。値段についてはね値上げされたこともあって高いと感じてしまうんですけど、こればかりは仕方ないと思うしかないので、欲しい人は迷わずに予約すればいいかなというふうに思ってます。で、発売時期についてはどのサイトもあくまで予定となっているので、もちろん前後することもありますし、どのサイトなら入荷が早いという規則性も特にないので、とりあえず海外で発表されてから1ヶ月ほどで国内流通が始まるくらいに考えておけばいいかなというふうに思います。そしてこのフィギュアをね買う買わないについては、一旦パスですね。層についてもまだ予約していないですし、揃えたい気もするんですけど、今のところこのマイティソーに関してはあまり魅力的に感じていないというのも予約しないと考えている理由の一つです。やはりね一番の大きな理由は色ですかね。もう少し重厚感を感じるような色合いにしてくれればさらに良くなるかなとも思うので、そこが変われば今後買いたくなるかもというふうには思っています。で、まだ予約していない人で迷っている人にはねぜひ予約してほしいとは思うんですけど、特にサイトのこだわりとかなければボーナスアクセサリーはつきませんが、値段的には国内最安育ちトイズの方がいいかなというふうに個人的には思ってます。ということで今日はホットトイズのサマーショーケースフェーズ2で発表された新作ホットトイズソーラブ&サンダーシリーズのマイティソージェーン・フォスターについてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介しました。素体の改善だったりいいポイントもたくさんあるんですけど、アーマーの色だったりね改善してほしいところも見つかるフィギュアだなと思いましたね。そしてこのシリーズではやはり5話のホットトイズがね僕は一番楽しみにしているので、その情報早く来ないかなというふうにワクワクしてますね。さすがに5話だけ買うとなるとナンセンスな気もするので、そうなれば予約はしなくともソーだったりマイティソーも揃えてみたいなとは思ってます。他にも今回このシリーズねバルキリーとかとてもかっこよかったですし、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのメンバーなんかも登場したので、それらのホットトイズも来たら嬉しいんですけど、来年映画公開となるとさすがにこのタイミングでは来ないんじゃないかなというふうにも考えてます。ただノーウェイホームで登場したドクター・ストレンジが、フィギュア化されたように単独映画公開を控えていてもフィギュア化される場合あるので、そこはちょっとね期待は捨てずに待ってもいいかなというふうにも思いますね。あと最後にソーの付属品の中で未発表だったものがなんとなく今回判明したので、そちらをね紹介していきます。ここからは少し映画のネタバレになるので、まだ映画見てなかったりする方はチャンネル登録だけしてブラウザバック推奨です。ということで話をしていくんですけど、ソーの付属品の中で未公開となっていた付属品は、どうやらゼウスの武器稲妻型の武器のようですね。映画を見た人はなんとなく予想できる内容だったとは思うんですけど、香港のホットトイズで展示されているブースでソーがこの武器を手にしていたので、ほぼ確定かなと思います。見た目は稲妻型の刀となっていて、その周りに細かいエフェクトパーツがあしらわれているようなデザインになっていたんですけど、これについてはね、特
特に興味なくて、正直並走なんだくらいにしか思わなかったですね。これでムジョルニア、ストーンブレーカー、ゼウスの刀と、3股になったということで、今後ね、ソーとの四角関係にも注目していく必要があるかなというふうに思います。ジェーンのマイティーソーについては付属品特に未公開のものはないので、このまま製品化まで進むのかなというような気がしていますね。ということで、この動画参考になったりいいなというふうに思った方はぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。また概要欄の下の方に僕の Twitter や Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。